皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、日本人こそ聖書の民だったという副題で皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第2回目、その後半です。テーマはシベリア残留のポーランド孤児を救った日本人です。ポーランドが親日国である理由がここにあります。欧米社会と欧米キリスト教についてはじめにお話しいたします。従来私たちが耳にしてきたキリスト教は欧米のキリスト教です。本来の聖書の姿からずれていました。たくさんの貢献があったということを認めつつも申し上げます。制度化したキリスト教であり、中には大きな権力を持ち、現代も国をも動かすほど力があります。欧米社会には白人至上主義という考えが根強くありました。白人は優秀で、有色人は劣っている。一歩踏み込んで言いますと、有色人種を人間とは認めないほどの差別を行い、長い間奴隷制度さえ容認し続けています。それでアジア・アフリカ諸国を長年植民地化してきました。その富で欧米諸国は繁栄し、植民地化された国々は長年の抑圧と貧困に苦しみ続けてきました。第二次世界大戦後に各国が独立を果たしましたが、その後も支配する側とされる側との構図は長年あまり変わりませんでした。独立後も発展が遅れた理由です。ところで最近の国際情勢で最も世界の関心事は中国の人権問題です。香港やウイグル自治区を弾圧し、人権を無視していると世界中が中国を非難しています。そしてアメリカを筆頭に今まで親中派であったヨーロッパの国々までも中国を非難し、経済制裁をかけ始めています。これこそ世界の正義と言わんばかりです。少し立ち止まって考えていただきたいのです。ほんの70年ほど前まで欧米諸国はアジア・アフリカ諸国を植民地支配し、黒人を奴隷として家畜のように扱い搾取してきました。私は中国を擁護しているのではありません。現代の中国の政策よりよほどひどいことを何百年もしてきた、その事実を棚に上げ、欧米諸国は自分たちは潔白だと言わんばかりです。これこそ勝者の論理です。私たちは歴史を冷静に見つめなければ、常に勝者の論理にごまかされます。世界は正義により支配されているのではありません。勝てば官軍、正義なのです。勝者勝つ者が歴史を自分たちの都合に合わせて書き換えてきた歴史がありました。そして日本の歴史も残念かな同様なのではないでしょうか。これらの考えは聖書とは全く関係がありません。これがアジア・アフリカの人々がキリスト教を嫌う最大の原因です。何という大きなつまずきを与えてきたことでしょうか。私がご紹介するのは東回りのキリスト教。私たちと同じアジア人が伝えてくれました。イスラエル人もイエス・キリストもまたアジア人です。欧米のように組織化されず、人種差別もなく、植民地支配もありませんでした。散らされたイスラエル人たちは、人は皆神の前に平等として共栄共に栄えることを目指していました。武力で支配することなく、むしろ行く先々でその国の繁栄に尽くしました。それで
インドや中国の支配者たちは心を開いて受け入れたことが歴史の事実で残っています。シルクロードを通りインド、中国、そして朝鮮半島からその最終地である日本にたどり着きました。紀元前から始まり、紀元後は秦氏を中心とした渡来人により聖書とともに多くの技術が日本に伝えられました。日本では仏教と神道の中に受け継がれています。シルクロードの西の端はイスラエルを含む中近東、東の終点は日本です。陸と海の両方があり、この道は何千年来続いています。その特色は旧約聖書を中心とした古代イスラエル的でした。また初代教会の姿をとどめていました。単純に聖書を信じ、それを生活の中で実行し、共に神の祝福をいただき、共栄をモットーとしていました。彼らの行く先々で繁栄がありました。西回りとは何という違いでしょうか。それではなぜ日本人は世界から尊敬されるのでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは優しさでした。サンマリノという国の大使でサンリオ・カデロ氏は1975年の初来日以来、日本に魅せられて45年になります。彼は次のような本を出版されました。世界で一番人に優しい国、日本です。副題として、なぜ私は日本の虜になったのかとあります。その理由は他人を思いやる世界に類を見ない日本人の心の秘密と記しています。彼は各国の大使を代表する駐日外交団長、つまり日本在住の外国大使の代表でもあります。各国の大使の代表として日本人の優しさに引きつけられておられるのです。日本人として光栄なことではないでしょうか。これを憐れみや情けということもあります。昔から日本人はこれをとても大切にしてきました。人は優しさで支え合って生きるものだからです。ここで本題のシベリア残留のポーランド孤児を救った日本人に移ります。戦争で最も悲惨なのは一家の大黒柱を失った皆仕事やももであり、捕虜となった在留異国人です。弱者に寄り添う神、この心を日本人は受け継ぎました。ですからシベリア残留のポーランド孤児のような状況を見るとき、見て見ぬふりができないのです。スイッチが心に勝手に入り、日本国民全体が動いたのです。聖書をご紹介いたします。あなたの神主は神の神、主の主、偉大で力あり恐ろしい神、偏って愛することなく賄賂を取らず、皆しごや山間のために裁きを行い、在留異国人を愛してこれに食物と着物を与えられる。あなた方は在留異国人を愛しなさい。あなた方もエジプトの国で在留異国人であったからである。旧約聖書申命記10章です。最後にお知らせです。次回3回目、9月26日土曜日です。テーマはユダヤ国家の建設に影響を与えた日本人です。メールアドレスも添付しています。よろしければチャンネル登録、ご感想をいただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。